これ何ですか？カワハギが分厚いの。何それ。ハコフグかと思って調べたんですけど、どうもなんか違うようですね。ハコフグならなんか長崎五島列島の方でここを切ってなんかこの中で食べる料理があるんですよね。それをやってみようかと思ったんですけど、どうもハコフグじゃないっぽいです。これ何だったっけこれ、お母さん。ハマフグ？ハマフグっぽいです。でハマフグを調べてみました。こちらおそらくこれですね。そして食べれんのかい。残念ながらやめとこっかな。食べるちょっと怖そうですね。あえてチャレンジしてもいいのですけど、北枕になると怖いのでやめておきます。これはおそらくハマフグです。瀬戸内海のど真ん中についにハマフグがやってきました。今日はちょっと早めに出港しております。いやもう何もおらんくなった。水温でしょうかね。誠におらん。もうどこに行こうかなと思いながら出港してますけど、今日はもうちょっといい映像が撮れないかもしれません。というか1ヶ月くらいいい映像撮れないかもしれません。去年と一緒ですね。泣き言ばっかり言ってても始まりませんので、生活ができませんので、今日も頑張って沖へ行ってみたいと思います。頑張りましょう。今2番網なんですけど、カメラを持ってきてるということをすっかり忘れてまして2番網それこまで撮影するの忘れちゃいました。すいません。今日はなんと車エビが多いです。9月になって車エビが出てきましたね。これは1番目と2番目合わせた分ですけど、2番でこれだけいると結構なもんです。では寄りましょう。赤ゲタ出てくれてますね。もう赤ゲタいないつもりで、今日潮大きいのでゲタがいるんじゃないのかなと思いますね。もうゲタも減ったんですけど、なんせ1年で一番水温高い時なんでいなくなりましたが、今日はなんと出てます。もうたくさんのオカメちゃんがついてるのが見えてますけど、嫌な予感。何も入ってないんじゃなかろうか。なんか魚っ気が全然見えない。おでもゲタ多いな。この前ちっちゃいな。もうちょっと大きいの追ってくれたら。おナイスナイス。これは大きい。今日車エビ多いですね。さすがもう9月。倉敷方面なんかやったらもっといると思いますけどね。ただ小川でやれないという。おハモフレスレニャ来ましたね。こっちこれは白コチでも OK です。白コチも OK ということになっております。このハモはちょっと行きそうにないな。一番大したことない網から撮影がスタートしたみたいな感じですね。おでも車にまたいましたね。この調子で3本か4本か、できれば 4,5 本ずつ見てくれるとかなりたまりますけどね。おちょっとちっちゃいけど今日はたまりそうなんで、棚になりさえすれば車エビですからすごい威力です。これぐらいのサイズも拾っておきましょう。次は人手ゾーンに入ってきてみました。ちょっとこっちがいないんでこっちを求めてうろうろしてみます。船があんまり行かなくなったんですけど、なんでしょうか。全然ガサが多いわけでもないし、下が柔らかいんかなこの辺。おカニ久しぶりに。さっきいたカニはちなみにヤワラでした。持って帰って寄島で再放流します。これがいてくれるといいですね、順調に。しかし今日こっちおらんな。前日といたからカメラ持ってきたんですけど、おおギリギリ拾えるな。真っ黒。去年のやつです。今年のじゃないです。なんかこっちも桃色やな。魚おる気配ないですが。おおこっちただ少ない。ここハモ多いとこなんでこれじゃ少ないぐらいですけど。ではちょっと次はちょっと丘に入れてみましょう。あとは赤ゲタとエビです。次はこの根づら石の根を通して丘に入れたいと思います。ちょっと人手伝いなんで早めに上げたいと思います。ちょっと早いですけど、もう人手で胴張ったら腰がちょっと痛くなるんで上げてみましょう。なんと全然寄せないじゃないですか。消えたのかと思ってじゃあ U ターンしたらめっちゃ入るんでしょうね。もうあるあるです。おおハモか。おお大しておらんなここでも。車エビが追ってくれるからなんとかなるけど。おおチンコゲには珍しい。打たせの人がここやってキス取ってきてると思ったらやっぱチンコゲにも入りますね、さすがに。
出せの人はめちゃくちゃ取ってきますけども、なんかな言うて、やっとこっち。そして車エビ、悪くない。結局両網合わすと悪くない。車エビ2本にこっちにハモに出た。悪くはないですけど良くもないって感じですかね。U ターンせずにまっすぐこいでオカメちゃんゾーンへちょっと行ってみましょう。オカメちゃんゾーンの近くを際を通せれたでしょうか。中に入ってないことになります。オカメゾーンには入ってないっぽいですけど、できれば際を通したかった。際を行ったでしょうか。おー、車エビ大きくなりましたね。ほんと9月になった車エビ。車エビがいるが赤ゲタがいない。もうちょっとオカメゾーンに寄したかったですね。ちょっとオカメゾーンから離れすぎたか。もう食らうの覚悟でオカメゾーン行ってみましょう。ちょっとこれではダメです。かなりオカメちゃんゾーンに突っ込んでいったんですけど、なんと少ない。ちょっと減ったみたいですね、オカメちゃんが。毎日しけるんでオカメちゃん減ったんですよね、これ。他のもんもなんもおらんやん。こっち1本だけ。いやー、魚消えましたね、本当に。えとも来た来た、やっと来た。 1.2 キロ。オカメゾーンの中にはいるんじゃないのかなと思ったんですけど、でも1本かーい。いくらいて嬉しくても1本だけではきついな。これはもうオカメちゃんちょっと減ってますね、完全に。西海ほい。オカメちゃんが減ってくれたのは嬉しいですけど、オカメちゃんの中に行ってもあんまりいませんね。今までやってないとこなんですけど、オカメちゃんの中に行ってもこれじゃ大して面白みがないですね。やってないとこでもいないという、もうそういう時期なんでしょう。これは明らかに遊漁の船長さんが言ってましたけど、釣りも今ちょっと調子が悪いらしいです。8月の終わりぐらいから。ボケーっとしてたら30分漕いでました。さすがにガサだけは入ってますね、30分漕いだら。おお、こっち来てるし、どこで入ったんだろう。入ったとこがはっきり分かればそこへ行くんですけど、30分も漕いでるんでどこで入ったかがちょっと分からない。なんとこっち来ましたね。1つ2つ、これなんかもう1キロですね。ジャスト1キロかな。おお、これはナイス。でかいでかい。 1.12。車エビもおるし、どこで入ったんだろう。ただちょっとゲタがいませんね、本当に。引っ込みましたね。潮の返しだから引っ込んだんでしょう。前回も言いましたけど、潮の返しでゲタが引っ込むのはなんかあるあるです。ないんかと思って思いっきり突っ込んでいったらあるんかい、やっぱり。そしてこっちが外側についてるという網の、これちょっと大事なんで大事に取りましょう。おー、でかい。 1.5 キロ。網の外側についてくれてたこっちさ。よかったー。でも外でもなんで、うわーきつー。これは何も入ってないのか。重いっつうね。やっぱり何もいないのか。こっちかと思えば、網の外側にこっち折ってくれてよかったです。ほんとあれおらんかったらめっちゃダメやん。きつ重い。いやーマジかー。おお、よかった。1キロ落ち安心。キロ以上が2本来てくれればまあなんとか安心。さっきのと2つで 2.5 キロ以上あるでしょ。こっちおらんかった。やばかった。今からどかった作業が、これはしんどそう。また気づいたら30分経ってました。わりかし忙しい方が時間を気にするんでちゃんと上げれますね。ボケーっとしちゃって気づいたら30分経ってます。よくないですね。長く漕いだらいればいいですけどね。長く漕いでもいない時間帯長く漕いでも意味ないですからね。お、出た出た。またこっちにハモにナイスじゃないですか。お、なんかでかいもんがパチャパチャ言いましたけど、何バシャバシャ言いましたよ今。でかいものなんか何。お、ヒラメー嬉しい。今日のヒラメは起死回生。お、なんと車エビは西貝もいるじゃないですか。
おお、パンパンですね、身が。今いい時ですね、これ。やったー、ヒラメ。おお、来た来た。しかも入ったばっかり。嬉しい。これは嬉しい。これは本気で嬉しい。今日のヒラメはマジで嬉しい。決して悪い量じゃないんですけど、ちょっと今までが夏の間中良かったんで悪く感じますね。決して悪くはないんですけど、本当にもうむしろ例年から言うといいぐらいの量なんですけど。やったねー。これは起死回生。ちっちゃいですけどね、これだけ息が良かった。車できてくれそうなんで、ぬるぬるしてるしいいんじゃないです、これ。やった、嬉しい。汚れてないな、大丈夫。今上りに返したんですけど、ゲタも出ましたね。この調子でいてくれるといいですけどね、上りの間中。夢ずっといなかったんですけどね、なんか今日いますね。おお、戻ってきたやん。でっかでっか、赤ゲタでかっ。潮が行きだしたらちょっとさすがに入り出しましたね、魚が。やっぱこのオカメちゃんのギリギリを狙っていくのが一番いいですね。まあ、ただ単に潮なのかもしれませんけども。お、こっちもハモか。ハモすげえな。こっち何本かな、2本。しかもこれは大きい、1キロ超え。今日は動画もちょこちょこ見えてますね。あ、イイダコ。イイダコ出てきましたね、ついに。秋じゃな。イイダコ見ると秋の気分しますね。ここあんまりイイダコ多いとこじゃないんですけど見えてます。ほい。もう帰るついでなんで、結局もう一番こぎました。あげましょう。なんとオカメちゃんでした。こがない方が良かったかな。落ち台来てちょうだい。おお、赤ゲタ。なんと驚きの、まあハモはいると思いましたけど、赤ゲタいると思わなかったですね。ちょっとハモがいると思ったんで、わざと早めにあげました。おお、赤ゲタか。まさかこんなところに赤ゲタいるとは。ああ、こっちはおらずですか。最後なんでハモが生きてくれるでしょう。ハモも生きればですね、いい値段がしてます。今日もお疲れ様でした。帰ります。まあまあの量です。決して悪くはないんですけど、今までがちょっと良すぎました。悪く感じます。今日の量はどうでしたか？もう今日終わりました。いや、終わりましたね。ただ取れてないわけではございません、はい、ただ今までが良すぎてちょっとおらんく感じますね、うん、でも夏の量としてこれだけ取れたら十分なんですけど、うん、ちょっとカニがおったりコチがおったりゲタがおったりしすぎたんで今まで寂しく感じますが、うん、こんな感じです。はい、でも一応クーラー満帆です。いっぱいだからやった。クーラー満帆なんだけど、こっちも大じゃないんよな。ああ、確かにちょっと今日ばっかりでニベとかこういうのしてゲタとかじゃなくて、うん、ニベとかハモ締めたやつなんやな。なるほど。だからいつもぐらいはならんでしょうね。しょうがないですね。でもこんだけ取れりゃね。まあちょっと贅沢になりすぎとるんで、はい、ちょっと稀に見るぐらいの夏いい量だったんで、うん、目が超えすぎとりますんでしょうがない。リセットしないといけませんはい、これでも十分大量です。これでも多いです。これでもかなり大量です。なんかこんなクーラー満帆なんてなかったよな。夏クーラーもでもほんとめったにない。うん、こっちを行く時ぐらいやな、昼に。うん、夜に行かないとめったない。うん、なのでよしとします。はい、天竜の山下船長も、うん釣り船天竜の、うん、なんか最近釣れんらしいけん、あやっぱりもうそういう時なんでしょうね。あ、水温下がるの待ちましょはい、う。しょうがありません。はい、以上、はい、はい、売りに行きます。はい、はい、今日の晩ご飯はいつものごとくホウボウの刺身ではなく、じゃじゃーん、なんじゃこれ、花咲ガニをなんと北海道の方が送ってくださいました。テレビでは見たことありますけど、本物見たの初めてです。初めて食べますね。興味津々。一体どんなお味がするのでしょうか。いただいてみましょう。ていうかどうやって食べるんこれ。普通に渡りガニっぽく食べればいいんかな。うわ、味噌すごい。あ、やばい、味噌逃してしまった。うわ、うまっ。手についた味噌自体がもうすでに、うわ、これはすごっ。なんじゃこれ。ちょっとここだけでもうまっ、ふんどしがすでにうまい。ふんどしめちゃうま。うわ、すごー。もう飲みもんやん、味噌が。うまー。あ、こんな感じなんで花咲ガニって。中はこんな感じです。しかしうまい、甘い。味濃いんですね、花咲ガニって。ここ苦。でも苦いのなんか美味しい苦さ。
アーピーも興味津々で隣に見に来てますけど、うわすっごー。うわ、あんま身はワタリガニに比べてかなり弾力がありますね。ワタリガニよりうまいかも。やべえなこれ。